そもそもいつ頃から虫を食べ始めたんですか？最初に、子供の時に1回食べたことがあったんです。岐阜県の田舎の方が、母方の実家で、はい、でそれで庭にできたアシナガバチの巣をおじいちゃんが畑落として焼いてバター醤油で食べたっていうのは、昔に原体験としてあって、でその後しばらく経って本当に意識的に食べ始めたのは2008年ですね。10年ちょっと前。はい。修士1年なんで20何歳ですね。22、3歳で、その時に研究用にショウジョウバエというハエの一種を養殖してたんです。で遺伝子を組み換えたものを、何系統もいろんな遺伝子を組み換えたものを管理してたんですけど、それを管理してる時にこれ養殖簡単だし多分栄養もたくさんあるし食用にいけるんじゃないかという発想と、はい、そう早用なんです。でその時にいやこんなの食べたくないよっていうのがこうぶつかったんですね。あれおかしいなと思って、昆虫料理で検索して内山さんの楽しい昆虫料理が当たったんです。でそれで楽天で、買ってみてその場で注文してみて、でそれで読みながらこれはいけるんじゃないかということで最初に食べる昆虫は何かを探しながら、東京に行った時に食材店で中華料理食材店で蚕の産業を買って帰ったりして、それでいろいろと試行錯誤をスタートしたっていう感じなんです。始まりはもう本当に内山さんの料理本がなかったらスタートしてなかったかもしれない。そんな感じです。ありがとうございます。嬉しそうな顔がこうチラチラ入ってきて誇らしそうな感じが。その年に使用してました。はいはい。そうですか。いや類書があまりなかったですもんね。昆虫食で検索したらいっぱい出たはずなんですよ。なぜか昆虫料理で検索したんです。ああ、そっか。その時昆虫食の研究所は結構あったと思うんですよ。そうですそうです。多分昆虫食の本内田先生とかそうですねありますよね。でもあったんですけど昆虫料理でなぜか検索したんですよ。で一発で当たってきたので。それは幸運でしたね。そうですね。多分その食材として見た時に。じゃあ料理方法は何かというところを知りたくて多分検索したんじゃないかなと。そうですね。昆虫食っていうのはもうずっと学術書としてね。そうですそうです。されてましたけど。やっぱり昆虫食の研究っていうのは文化的な研究が多くて。そうですね。実際に食べるということはあまりね日本でもなかったし、だから料理の本っていうのはほとんど皆無でしたね。そうですね。なかったですね。だから楽しい昆虫料理っていうのは本当にそういう意味では珍しい本で。珍しいです。あれがだからね書店行くじゃないですか、そうすると料理のコーナーに入ってるんですよ。なんで地雷なんですか。すごい料理本のコードが入ってるので書店さんは料理本のコードなんですか。どうしても学術じゃない。あれはそうだったんです。知らなかった。そうだから料理の本の中にポコッとあれが入ってて、僕はすごく恥ずかしかったですね。なんでここにあるの違和感感じたのを覚えてますね。じゃあそこから本を見てショウジョウバエは食べたんですか？結局ショウジョウバエは飼育するために防腐剤と防カビ剤が入ってるので、餌の中にですね。なのでショウジョウバエは適さないだろうということで別のところから本読みながら、酢酸であるとかあとはマダゴキですね。マダゴキを近くの研究室で飼ってるところがあったのを引きつけて先生ちょっと食べさせてくれませんかってお願いをして。どんな反応されました？つっていいけど僕は食べないよってでそれでそこの研究室の先輩が一緒に食べようってことになって、そしたらたまたまその先輩も楽しい昆虫料理持ってたんですよ。でそれで去年はセミチリをやったとか言ってて、でそれでその先輩と一緒にマダゴキを食べる会を開催して、研究室のペットとして飼われてたやつをさっと茹でて食べ始めたっていうのはその辺からですね。なるほど。じゃあそっからもうドハマりって感じですか？そうですね。もともとやっぱり養殖というのと学問っていうのが大好きで、僕大学院に行ったぐらいなんで、学術的に昆虫食ってどうなんだろうっていうふうに考えると、やっぱり文化的な昆虫食ではちょっと物足りなくなっちゃって、イナゴは食べてるけどコオロギ食べない。でも昆虫学的には近いですよね。カマドウマ食べない、ケラ食べない、でも近いんですよ。でそしたらじゃあ
文化的に食べられてるものじゃなくて、そうですそうです。昔から日本で食べられているよりも本当に食材として食べれるものってもっと広がりがあるんじゃないかと思い始めて、僕がその虫ソムリエという活動、ブログを開設したり、美味しい昆虫の食べ方を学術的に深めていくというような活動を始めたって感じです。で、なんか佐伯さんは虫黒とは、虫黒とはっていうふうにも名乗られてると思うんですけど、それはどういう？あれはもともとツイッターネームですね。なんでツイッターで始めた名前で、その時僕もちょっとシュッとしてたので、風の谷のナウシカの黒トワに似てるっていうふうに言われたことがあって、で虫つながりだし、虫も3つの虫にして、ちょっと風の谷のナウシカ風に名前をつけて虫黒トワと。で句も食うたびこの句にしちゃおうということで、読みにくいというふうに大変不評なんですけど、その時に決めちゃいました。なるほど、虫黒トワ。はい。でも今虫黒トワっていう名前はどこで使い分けてるんですか？もうツイッターだけになってますね。やっぱりラオスでの活動は実名でやんなきゃいけないですし、どうしてもその学術的な話をするときにツイッターネームで話しててもあんまり使用されないので、はい。なんで割合としてだんだん匿名の、半匿名ですけど、ツイッターの中の昆虫食の活動がそこから実名でやる活動に移ってきたっていう感じです。佐伯さんの独断と偏見でいいんですけど、嫌いな虫トップ3何ですか？味ですか、見た目ですか？味が気になりませんか？味ですね。もうちょっと食べる前から分かってたけど食べて後悔したのはケバエというハエの仲間です。ハエの幼虫でウジというこういうつるっとしたものなんですけど、全身に毛が生えてるんです。で、土の中を集団で潜ってこうもぞもぞしていて、パッとめくるとわーというやつらで、土を食ってるのでどうせジャリジャリしてるだろうと、土臭いだろうと思って食べてみたらやっぱりジャリジャリしてて土臭かったので驚きがなくて味も美味しくないので、もうケバエの仲間はいいかなという感じです。やっぱ土臭さっていうのは苦手でしょうね。あとはちょっとに横綱刺し亀。刺し亀？はい。桜の木とかによくいる肉食性のカメムシで、体が黒いボディで、白と赤の模様が入ってるんで、もう明らかにもう食うなよ警戒色だぞっていうふうに来てるんですけど、警戒色ってあんまりこう信用してはいけなくって、ベイツ型擬態っていうやり方があります。危険な生き物に似せることで本当は無害なのに食べられないようにしちゃうっていうやつがあります。なのでそこのベイツ型擬態の可能性を潰すためにやっぱ食べなきゃいけないですね。これはやばい気がするなと思ってこの横綱刺し亀食べたんですけど、すごくもう気分がダウンになるケミカルなどんな感じなんですか？苦くてかつケミカルなちょっと飲み込んじゃいけないうってなるような匂いがしてきて、これは見た目を信用すべきだったっていう感じでしたね。それが横綱刺し亀。第3位なんだろうな。第3位今いろいろ探してますけど、オオゴマダラっていう、毒草を食べているので毒のあることも分かってたんですけど、でもちょっと味を見たいということで、もう飲み込まないようにしたんですね。もう口の中で味わってペット出したんですけども、本当に苦くてもう苦味の中からうまいとかコクみたいなのを感じようとしたんですけど、もう全然美味しくなくて臭くて、これは食わないわなっていう、そのあたりですかね。本当に食べたら死ぬやつ
とかだともう味見できてないので、はい、まださらに大変なやつらがいるんだろうなと思いながらそのぐらいでとどめてます。そういうこれ大丈夫かなっていう虫は一回誰かが食べたっていうのを確認してから食べるんですか？そうですね、一応文献はざっとさらいます。学名まで調べた後で学名とあとは毒とかローム語さんと調べて、毒があるっていう記載がないものは味見をします。なるほど、はい、毒基準なんですね。そうですね、で、危ないなと思ったら飲み込まないようにはしてます、けど、それは仕方ないです。はい。